今回のテーマは生態系です。バイオテクノロジーだとかそういった文脈もある中で、なぜ生態系かというと、一度生き物として何か考えてもらえたかっていうのが一番僕の中では大きいです。生命の研究って本当に箱の中に入ってやるので、そこから一歩じゃあ研究室の外の大学のキャンパス出てみると生き物で溢れてるんですよ。そこのつながりって何なんだろうってふと疑問に思ったのが昔あったんですね。今の科学技術、生命科学、工学ってすごく発展して素晴らしい貢献もしている中で、一歩引いて僕たちは生き物について学びたいなと、そういう思いで今回は自分自身の興味としても生態系というところをテーマにしました。最近ではバイオテクノロジーの進歩によって微生物の DNA を読むことによってその微生物の種が分かるというようなところがこの10年20年で特に大きく発展して、コストも下がってきた。なのでまずはデイゼロというところからサンプルを自分たちで取るという行為を行ってもらいました。でその解析した微生物についてどういった微生物の視点があるんだろう、微生物のデータの捉え方、それをどういうふうに解釈するんだろうというところがまず Day1 ですね。で Day2 ではデータビジュアライズといってその情報を生成するためのデータの扱い方して、 Day3 では動植物、マクロの動植物についての講義を行いました。Day4 から Day5 ではチームを作成し、プロジェクトごとにそれぞれ作品展示をしてもらうまでのチームワークを行いました。やっぱり工学から生物についてアプローチしていくってなると、やっぱバイオテクノロジーってなるんですね。で、身近になりつつあるバイオテクノロジーの、応用可能性をどういうふうに模索できるか、それを芸術表現だったりとか教育だったりとか学ぶためにバイオテクノロジーっていうものをどういうふうに扱っていけるか、その応用可能性を模索していけるかっていうことをやってきたんですけど、今回はいきなりバイオテクノロジーから始めるのではなくて、まずその基礎になっているバイオロジー、生物学であったりとか、あるいはエコロジー、生態学であったりとか、そういった生態系に対するアプローチを改めて学び、データサイエンスとかデータビジュアライゼーションといった複雑な対象をより認識しやすくする、あるいはそれをもとに学びやすくするためのテクノロジーといったものをうまく組み合わせて学んでいこうということに取り組んできた。でも一番のキャンプの意義は、生態系について何かしら自分の中にクエスチョンを持ってもらいたかったことですかね。多分その根源的な一つのクエスチョンがあると、そこから必ず興味が広がって次の展開に行けると思いました。この CCBT のイベント自体が問題意識提起のイベントだったからこそ、ここまで自分がのめり込めたというか、すっごい豪華な人たちとすごい対話しながら、もう表面的な知識だけじゃなくて問題意識含めて対話できたからこそ、自分自身もすごい身になったし伝わってきたっていう感じがして、物は作れないけど、考え方とかサイエンスの知識みたいなところで自分も参加してる感、その役に立ててる感みたいなところは実感として感じていて、そこが自分にとってはすごく大きな気づきだったんですよね。ある種自分もこの場にいていいんだみたいな、そういったところを感じながら、私自身もできることをしよう。でも頼れる部分はもう尊敬できる彼らにも任せつつ、自分のできることをしようっていう意味でのそのグループワークというか、本当にチームになったような感じがありました。一緒にのチームになった方とブレインストーミングをしているとき、本当に自分と持っている知識とか経験が違すぎて、私が今までやってきたブレインストーミングと空気感違うなって、それはすごくいい意味でですね。私の出したアイディアに対して、そういう目線あるんだとか、そもそも、そういう課題がまだ今世の中にあるんだみたいな、本当に私の知らないところからボールがどんどん投げられてくるから、すごく心地いいというか、楽しい体験だったな。今回、音をプロセッシングから作るということに挑戦させてもらって、生態系とかに関するデータを取得して、それを素材にしてみるっていうのもすごい新しい経験で、プロセスとしてはね、データ
解析がありつつも、どうそれを見せていくかっていった時に、音だったりとか、振動だったりとか、全く違う、表現の仕方あったのには驚きましたね。いろいろプロトタイプを作っていきつつ、最終的にはどういうふうに見せていくかって、参加者の方々がそれをどうこう消化して、で、新しい、メタファーとしての生態系かもしれないけど、その作りながら、プロジェクトに取り組んでいく。で、それをどういう好奇心からどういうプロジェクトに発展していく。それ、そう関係性の中で出来上がってくるものなので。いや、なんか講義の中でみんなが自分の中に疑問をきちんと生成したんですよね。その疑問から本当に内発的にプロジェクトの企画を立てて、それをまさに作品に反映していたので、企画側としては正直どんな作品が出てくるか全くわからないんですよ。きっと参加者自身も初めの期待値とは大きく異なって3日間の講義、基調講演を聞くことで、こんなことがあるのかっていう驚きだとか興味だとかがあったと思うんですね。それがまさに作品に反映されていた貴重な5日間だと思います。See